こんな感じのめっちゃいい。めっちゃ分厚い。全体を眺めるのもいいです。おはようございます。ビエンです。私は今福井旅行に来ております。本日は大自然の絶景が美しすぎる勝山市を観光します。大迫力の恐竜博物館に歓喜したり、意外と知られていない珍しいランチを食べたり、絶品すぎるお寿司を爆食いしたり、派手すぎるスイーツを堪能したり、最後まで福井旅行を満喫します。ぜひ最後までご覧ください。右方向です。おはようございます。2泊3日の福井旅行もあっという間に3日目となってしまいました。そして今日は福井からですね、今福井を出発したところなんですけど、1時間ほど運転して勝山市にある恐竜博物館に向かいます。昨日、おとといは海沿いの観光が多かったんですけど、今日は室内施設メインの観光です。あと25キロ、高速道路もあるから意外とすぐ着きそうですね。1時間かかんないか。今回福井県初めて来たんですけど、なんか観光スポット多くてスケジュールが難しかったっすね。なんかこんな多いと思わなかったな。いや、ほんと福井県広くてスケジュール難しかったっすね。本当は南の方の敦賀市もね、観光してみたかったんですけど、2泊3日でちょっと回りきれないなということで、今回は堺と越前と勝山の3つのエリアにしております。そしてたった2、30分くらいね、進んだだけなんですけど、最高の景色が広がっております。道はこんな感じで1車線ですが、平日ということもあり、特に渋滞することなくスムーズに目的地まで到着できそうです。あと6キロ。富山で見る立山連峰も良かったけど、ここもすごい。いや、山が近いからすごい存在感。今3月半ばで結構あったかいんですけどね、めちゃくちゃ雪が残っています。全身真っ白でね、一瞬気づかなかったんですけど、近づいてみるとすごい存在感です。恐竜博物館までの道のりはこんな感じで、道幅が広く車線も分かれているので、かなり運転しやすかったです。まだ10分前なのにめっちゃ混んでるね。想像以上に混んでる。こっからもね、山めっちゃ見えるな。すごっ。この背景の山もすごいね。恐竜博士。恐竜博物館の開館とともに入場しました。営業時間10分前くらいに到着したんですけど、すでに30人ほど並んでいました。チケットは当日券売機でも買えるんですけど、ネットで事前購入していた方が無難だと思います。ちなみに営業時間は朝9時から夕方5時までです。休館日は第2、第4水曜日だそうです。そして常設展示の料金は大人1人1000円でございます。常設展示だけでも恐竜の世界、地球の科学、生命の歴史と3つのゾーンがあるので、かなり楽しめると思います。この標本は組み上げて展示されているカマラサウルスの全身骨格が発見された当時の産出状況を復元したものです。頭から尾までほぼ全身の骨格が保存されている非常に貴重な標本。そして階段を上ると、すごい大迫力の恐竜がお出迎えしてくれます。しかも動くだけじゃありません。手だけめっちゃちっちゃい。すげえ。尻尾長いね。これはまたティラノサウルスとは別か。お、すごいでかっ。でかっ。めっちゃでかい。すげえ。これはオメイサウルス。全長約20メートル。やば、もう歩くビルみたいな感じ。でも実際さ、目の前にいたらさ、これでもね、なかなかの大きさだけどね。全長 1.5 メートル。
この大きさでも十分怖い。思ったよりも動く恐竜が多く、しかもかなりリアルです。めっちゃ強そう。そして恐竜といってもいろいろあるそうで、主に竜板類と長板類に分かれるそうです。そしてさらに竜板類は2つ、長板類は大きく3つのグループに分かれるそうです。ちなみにブラキオサウルスなどは竜板類の中の竜脚系類だそうです。そしてティラノサウルスなどは竜板類の中の獣脚類だそうです。エドモントサウルスアネクテンス。でもこうやって骨で見た方がなんか恐竜って感じする。なんかすごい。こうやって一歩引いて全体を見渡すのも楽しいです。でもなんか頭蓋骨は似てるけど手が全然違うっていうか、なんか長いね。こんなでかかったの？トリケラトプスの一種。怖っ。まあでもサイみたいな感じなのかね。でかくて収まりきらん。すごい。ジンユンペルタシネンシス。ちなみにこの恐竜は長板類の草潤類の鎧竜類だそうです。これはなんかカメみたいな感じだね。カメックスって感じだ。これは確か長板類の中の長脚類だったような気がします。ちょっとね忘れちゃいました。すいません。なのでね、実際に福井県立恐竜博物館に足を運んで見てみてください。すげえ。この骨が骨映えボーン。福井県の恐竜。ここでは福井県の発掘調査で実際に発見された新種の恐竜などを展示しているそうです。ティラノミムス福井エンシス。2023年に新種として発表されました。すごい最近の。こうやって見るとすごい鳥だね。ちなみに日本国内で発見された恐竜化石のうち約8割は福井県だそうです。そしてここは世界三大恐竜博物館だそうです。ちなみに残りの2つはカナダと中国にあるそうです。ここはなんか宝石コーナーみたいな。エメラルド。なんかすごいゲームの素材みたいな。すごっ。そしてこんな展示もありました。これって何？このままあったってこと？これすごいっすよね。なんか人工物にしか見えません。世界最大級ブラジル。こっちは何があるんだ？でかっ。でかすぎてこっち気づかなかった。もうこれが動いてるって考えたらすごいな。歩いてるだけでもなんかすごい振動がきそう。おー。そしてふと上を見上げるとこんなところにもいました。やっぱこれ遠くから見た方がこの大きさわかるね。最初は子供向けの施設かなと思ったんですけどね、これ大人一人で来てもねめっちゃ楽しめると思います。穴場のビュースポットかもしれない。続いて生命の歴史ゾーンにやってきました。ここは植物とか化石とかのゾーンですかね。エラから肺へ。エラ呼吸から肺呼吸への変化は上陸とは関係なく発達していたと考えられています。上陸するために進化したんじゃなくて、もともと酸素濃度の低いところにいた水中の生物がたまたま陸に上がった時に、あれ陸も生きていけるやんみたいな感じでなったってこと。それトンボでかっ。動いた今。もう全然気づかなかった。でもそうか、今でもねクジラとかでかいから前はいたのか。やっぱこのレベルの大きさも。アーケロンイスキロス、史上最大級のウミガメ、全長4メートル。浦島太郎乗ったのこれなんじゃ。こんな感じで海にいたとされる生物のコーナーもかなり見応えがありました。めっちゃむずい名前。シャンシスクスシャンシスクス。それがこちら。体の長さの割にとても大きな頭を持つ初期の手榴類。これなんかさ、鹿みたいな。ヘラジカ。ここには進化の過程っていうんですかね、そんな展示もありました。これすごいな。いろんな生物が混じってるから。こうなって
こうなってこうなったんだ。最終形態。3週目から6ヶ月目ぐらいまでまあ子供っぽい顔だけど、急に4歳で貫禄すごいね。こんなにでかくなんだ。福井ラプトル。いやー、なんだかんだ一瞬で1時間ぐらい経ったね。いや、この作りもすごいね。なんかすごい作りだな。で3階のこっから全体を眺めるのもいいですね。すごい。ちなみにここにはお土産ショッププラスレストランも併設されております。いやー、なんだかんだ1時間20分ぐらい見たのか。常設線だけでも1時間半ぐらい楽しめますね。いやー、よかった。いや、意外とね、子供じゃなくてもね、大人だけでも楽しめるね、これは。天気に左右されないっていうのもいいですね。たくさん歩いてお腹が減ったので、そろそろランチタイムにしようと思います。そして何回見てもこの背景の山が絶景すぎます。目的地は左側です。到着、道の駅。続いてすぐ近くにある道の駅にやってきました。道の駅恐竜渓谷勝山。とりあえず何か食べようと思います。ハンバーガーとそばにしようと思います。そばが700円でチキンバーガーセットが1400円です。越前そば。そしてこの越前そばがね、めちゃくちゃ美味しかったです。もともとこのね、恐竜のハンバーガーを目当てにやってきたんですけど、一口食べて感動というかね、この麺のね、コシがね、ほんと美味しかったです。いいね、結構麺固め。麺固って感じ。そしてチキンバーガーも出来上がりました。ポテトとナゲットもついています。これラプトルバーガまずはナゲットからいただきます。ー。ナゲットもうまいよ。久々に食べた。そしてチキンバーガーもいただきます。今日は他のところでも食べる予定だったのでね、量はセーブしてるんですけど、多分これ3個ぐらい食えそうです。やっぱ鶏肉ね、めっちゃうまいっすね。道の駅勝山に来たらぜひチキンバーガー食べてみてください。ハンバーガーはちょっとという方はね、越前そば食べてみてください。ほんとここのね、そば美味しいです。そしてここにはショップもあり、様々なものが売っています。コーヒーも売ってんの？エチオピア。冷凍チョコバナナもいいね。これラスクもあんだね。じゃあ食後のデザートにプリンを買いましょう。そしてここにはこんなものも。めっちゃ辛そう。辛さレベル5ってことはもうめちゃくちゃ辛いんじゃないこれ。激辛注意。これも美味しそうですね。恐竜発掘型抜きバーム。うわ、すごっ。やっぱ何回見てもすごいな。ですぐ近くに九頭竜川っていうのかな、川が流れてるんで、ちょっと川沿いも散歩しよう。川沿い散歩する前にちょっとダウン着ないと寒い。さすがに。プリンは散歩してから食べようと思います。こっちには恐竜のでかい恐竜のオブジェと川があって、あと滑り台もあります。なんか滑り台なんかめっちゃ久々に見たな。この辺も雪は溶けてないですね。滑り台濡れてるのかなこれ。滑り台意外と濡れてはない。滑り台はあれなんで、とりあえず川沿いを。九頭竜川、意外と流れが速いですね。思ったよりもなんか波打ってるというか。海沿い、昨日一昨日はね、海沿いの絶景スポット行ってね、海の景色も見てきたけど、いや、海も海でいいんですけど、やっぱこの山奥のね、この川沿いの景色もいいですね。すごい、3月半ばでこんなに雪が残ってんだね。この橋と川と雪の景色も綺麗なんですが、こっちのやっぱこの山もすごいね。山と恐竜、すごい山に囲まれてる。いやー、ほんと晴れてよかった。今日は絶景スポットというよりかは観光施設をメインに。最後にこの大きな恐竜の口と記念撮影をしてプリン食べて次の場所に向かいます。ちなみにこの恐竜の舌と歯の間はですね、池みたいになってるんでね、滑ったら終わりです。ここはもう池みたいになってるから、ベロのとこに足を乗せて取らないと
めちゃくちゃ濡れちゃうなこれ。やば、ずっと撮ってなかったなんとプリンの開封シーンから半分くらい食べるまで全く録画されてなかったです。一人でずっと喋ってました。もう撮れてると思ってたらさ、全然撮れてなかった。すごい弾力もあってうまい。やっぱこうミルクプリンだと若干こう杏仁っぽくなるね。杏仁豆腐感が出る。およそ2キロ先左。次は一気に西に進んでいき、福井市方面を観光します。そしてその通り道にビュースポットを発見したので、そこも行ってみます。すごー。ここは九頭竜川資料館というのかの近くに展望台、これが展望台かな、やってきました。見学橋っていうのか。すごい、こっちはなんか風がめちゃくちゃ強いね。あの橋も渡ることができるっぽいですね。とりあえずこの見学橋行ってみましょう。さっき言った恐竜博物館とか道の駅勝山からどんぐらい来たんだろう。20キロくらい進んできたのかな。おー、すげえ。こういうなんかビュースポットは初めて通るな。結構ね、こういう展望台ってなんかこの陸地側だけにね、陸地側に3階ぐらいの高さで展望台があるみたいなね、そういうのはよく見るんですけど、こうやってもう川の真上まで橋で行けるっていうのは珍しいですね。すげえ。あ、でもちょっとなんか怖いな、なんか揺れるというか。うわ、風強え。ここすごい、めっちゃ風強い。風が通り抜けてるな、ここ。ここがなんか第一ポイントみたいな。なんか展望台2個あるんですよね。こんな感じになってます。風強い。すごい、この川の真ん中から360度見れるってすごいね。おお、カモがいっぱいいるね、こっち。すごい光景だ。めっちゃいる、鳥が。こんな感じです。こんな感じの景色になってます。すごい、川幅がめちゃくちゃ広いですね。今回ちょっとスケジュール的にね、ちょっと間に合わないんで、もうこの辺はあんまり観光できないんですけど、次来る機会があったらもっと上流の方とかね、山奥の方もあったかい時期に行ってみたいですね。うわ、こっちやばい。これ背中向けないとやばい。風が寒いから帰りは走ろう。続いて一気に福井市の東側にやってきました。ここの地名は一条谷というそうです。そしてここ一条谷には戦国大名朝倉氏が築いた城下町全体の跡が良好に残っており、一条谷朝倉氏遺跡として国の特別史跡にも指定されております。今回は昼過ぎから夕方前くらいまでの観光なので、最近オープンしたばかりの一条谷朝倉市史跡博物館と復元町並みを観光しようと思います。ちなみに朝倉市は5代103年にわたりこの辺りの城下町を支配していましたが、1573年織田信長との合戦で敗れ滅亡してしまいます。その時城下町は燃やされてしまったそうです。そして400年以上が過ぎた頃、大規模な農地整備のために土を掘り起こすと地中から様々な遺跡が見つかったそうです。そしてその調査資料をもとに当時の城下町を再現したのがここ復元町並みだそうです。すごいな、タイムスリップした感がある。ここは武家屋敷。あ、そう、井戸がある。なんかめちゃくちゃリアルすぎてね、急に人が出てきそうでちょっと怖さもあります。もうこのワンブロックが全部このもう屋敷ってことなのかね。何人ぐらいで住むんだろうね。この屋敷は約30メートル四方の基準的な広さを持ち、周囲に土堀を巡らし、西の道路に向かって表門を開いている。
おお。中には当時の暮らしを再現した人形もありました。お、将棋してる。越前朝倉将棋。天気が良くて本当に良かったです。街並みの雰囲気も最高です。これは越前朝倉夢舞台というそうです。広い敷地内にポツンと舞台があります。結構広いですよね。家がちらほらあって外から見るだけかなと思ったんですけど、中に入れる建物もたくさんあります。なにこれ、戦国衣装着付け体験。あ、これ着替えてこの街を歩くこともできるってこと？この建物、現在は物置として使用して、あ、今はやってないのかな？多分ですけどこの時期はやってないっぽいですね。やってないんじゃない？冬はやってないのかな？ここにものれんがあります。パッと見ね、なんか入っていいのかねダメなのかわかんないんでね、ちょっと怖いんですよね。まあせっかく来たんで入れますけどね。中にはとても大きな壺がね並んでます。ここは染め物をする場所を再現した場所ですかね。ちょっとね歴史あんま詳しくないんでね、誰かわかる方いたら教えてください。すごい、想像のちょっと10倍ぐらい広かった。こんなに広いと思わなかったな。こっち側が出口か。南出口で売店もあると。ちなみにお土産屋さんはこんな感じです。タオルとか扇子のデザインいい感じですよね。外国人観光客にねおすすめしたら結構買ってくれそうですよね。あ、こっち側にいろいろあるね。トイレとうどんそば、飲食店もある。そしてですね、復元町並みから少し歩いて川を渡ったところにも見どころがあるそうなので、そちらも寄ってみようと思います。大きなマップを発見しました。こうやって見るとね、見どころがありすぎてね、多分全部行こうと思ったらね、1日かかってしまうと思います。もともとね、Google マップで博物館だけ見つけてね、ちょっと行ってみようかなって感じだったんでね、時間が全然足んなかったです。諏訪屋形橋。おお、いや素晴らしい絶景。あ、ここの川の感じもいいね。いやー、いい雰囲気だ。この辺メインで観光するならかなり時間見積もんないと全然回れないね。2、3カ所しか。この辺の雰囲気めちゃくちゃいいです。散歩コースにもおすすめです。いや、ほんといい散歩日和だ。今日は晴れてるし。やっぱ旅行先でね、こういうところをぼーっと散歩するのもいいですね。ちょっとせかせか観光しすぎてもね、やっぱあれなんでね。午前中は割と詰め詰めスケジュールで、サクサク観光して、で昼飯食べて、で午後はこうやってちょっとのんびりね、ぼーっと散歩できるスポットも観光するとよりなんかね、旅行の満足度が上がる気がします。あそこにあるのが唐門で、これはあれなのかな、復元とかじゃなくても当時の門がそのまま残ってるってこと？ちょっとパパッと調べた感じなんですけど、この門は朝倉市の遺構ではなく朝倉義景を弔うために江戸時代に建てられたと推定されているそうです。朝倉館跡。ここには朝倉市の五代当主朝倉義景が暮らした館がありました。この館を再現して作られたのが博物館にあるってことだよね。ということで博物館にやってきました。あれですね、僕みたいにあんま歴史詳しくない人は先に博物館でゆっくりとねちょっと勉強してからさっきの遺跡を歩いた方が楽しいかもしれません。ちなみにここ一乗谷朝倉市遺跡博物館は基本展示観覧料で大人1人700円でございます。休館日は毎週月曜日で営業時間は朝9時から夕方5時までだそうです。博物館は2階建てとなっており、1階には移行展示室があり、2階には基本展示室があります。ちなみに移行展示室では博物館建設時の発掘調査で見つかった戦国時代の遺構を掘り出したままの姿で公開しております。ちなみにこの地区ではですね、川を使って品物を運んでそれを売買するね場所があったと伝わっているそうです。
そして船着き場の周りには商店などが立ち並び、市場も開かれ、とても栄えていたそうです。京の都から公家が見物に訪れるほどだったそうです。で、ここが基本展示室。この博物館は2022年10月に開館したばかりのかなり新しい施設でございます。2階にある基本展示室では、朝倉市の歴史と城下町一条谷についてイラストや図解、模型を使いかなり分かりやすく解説しております。歴史が好きな人もそうでない人も楽しめる展示となっております。また、ここの遺跡で見つかったたくさんの出土品も展示しております。当時の農家の方にとってはトイレの中身は宝物だったそうで、お金や作物と引き換えに住人から手に入れていたそうです。ここには城下町の模型もありました。かなり繊細にリアルに作り込まれています。こういうのぼーっと見るのも結構楽しいですよね。こんな感じでモニターを操作すると戦国時代と現在の違いを写真で確認することもできます。続いてやってきたこちらのエリアでは朝倉当主の館の一部を原寸で再現しております。かなり広く美しいデザインの部屋です。戦国大名の資産とかってね、今の日本円にするとどんぐらいなんですかね。なんかめちゃくちゃ広いですよね。この部屋だけでもうちより広いです。あ、駐車場から見えてたのこれか。ここもめちゃくちゃ広いです。2、3日でいいから大名の暮らしを体験してみたいです。生庭。生庭を館内に配置することが社会的地位を示すことでもあったそうです。いやー、様々な魅力があって1時間くらい楽しむことができました。ちなみにこの博物館にはカフェもね併設されているので、ちょっとスイーツタイムにしようと思います。いちごとあんこを自分で生地に包むのがちょっと難しかったんですけど、これ美味しかったです。そして抹茶との相性も抜群です。そしてこっちはブレンドコーヒーと大判焼きだったと思います。中にあんこが入っていて、これもね美味しかったですね。一条谷朝倉水の駅。この水車を見たくてね、ちょっと寄り道しにやってきました。あ、いいね、この川と水車と。うわー、しかも背景の空も青い。なんかぼーっと見ちゃうね、なんか水車。いや、いいね、回ってますね。この水車は足羽川投手港から流れてくる水を低いところから高いところへ水力および電力で汲み上げているそうです。結構広い。奥に進むとこんな感じの遊歩道みたいなのがあります。ビオトープとは生き物がありのままに生活する場所という意味の言葉で、いろんな種類の生き物が人から餌をもらうことなく生きている場所のことです。水力発電の仕組み。おお、なんか始まった。お、すごい、なんか来た。ピタゴラスイッチ。おお、なんかびっくりするんだこれ。ちなみにこの水車は夜ライトアップしているそうです。そして2泊3日の福井旅行もあっという間に終盤となってしまいました。残りの時間はですね、もうグルメです。一気に福井市まで戻ってお寿司を堪能したいと思います。そして福井旅行最終日最後のご飯はもちろんお寿司です。くるくる寿司ほがらか亭にやってきました。最近はいろんな地域でお寿司を食べ過ぎて、もう湯飲みを見ただけでうまいかどうか分かるようになってきました。っていう冗談は置いといて、早速お寿司を注文。まずは大好きなネギトロとサーモンからいただきます。めちゃくちゃ分厚いサーモンです。ネギトロもいい色をしています。思ってたよりもうまいですね。これは期待値が爆上がりです。続いてイワシと島味もいただきます。やっぱりね、ネタが大きいというか分厚いというかね、なんか結構しっかりしてるんですよね。一皿の価格はめっちゃ安くはないんですけど、ネタがね分厚くて大きいので、なんていうんですかね、このね一皿の満足度がめちゃくちゃ高いです。続いてトロサーモンを注文しました。めちゃくちゃ分厚いですよね。こうシャリとネタの比率もね最高です。すごい、めっちゃ分厚い。旅の最後にこのお店と出会えて本当に良かったです。うますぎる。ちなみに味も美味しかったですし、
オニオンサーモンも美味しかったです。ちょっと高級なお寿司も注文しました。こちらは中トロで、奥にあるのがのどぐろです。とろけすぎて一瞬でなくなりました。Google マップで偶然見つけてね、美味しいんだろうなとは思ってたんですけど、この入り口からはね、想像できないくらいね、クオリティが高くてね、いや、ほんと美味しかったです。そしてまだまだ食べます。最後はレンタカーを返却して、福井駅から歩いて行けるお店でスイーツタイムにしようと思います。めっちゃ広い。こちらのお店でちょっと贅沢なパフェを堪能したいと思います。カフェオレとバナナジュース。そしていちごパフェがやってきました。めちゃくちゃ豪華な盛り付けです。このいちごがね、めちゃくちゃうまかったです。これはどこのいちごなんですかね。結構いいいちご使ってると思います。そして私が注文したのはさつまいもとりんごのパフェでございます。すごい豪華に盛り付けられております。食べるのがね、ちょっと難しそうですよね。アートです。もはやこれはアートですね。ちょっといちごもすごいけどさ、これりんごがすごすぎて。なんとなく海外のリゾートに来た気分になります。いやー、ほんとすごい光景です。しかも見栄えだけじゃなくて味もね、しっかり美味しいんですよね。すごいね、これどう食べよう。これを抜いたら全部が崩れそうで怖いね。あ、これ何、こうやって持ってくるの？むずい。こういうこと？食べ方は難しかったんですけど、かなり美味しかったです。りんごうまい。うまっ。うまいいちご。ね、めっちゃ美味しいよね。さつまいもとりんご相性いいね。うまい。久しぶりに美味しいフルーツを堪能できました。ちなみにこちらのお店は移転するそうで、移転後のオープンは2025年5月だそうです。ありがとう福井。2泊3日の福井旅行、あっという間に終わってしまいました。福井旅行1日目2日目も観光グルメを満喫できたので、他の動画まだ見てないという方はぜひこの機会にチャンネル登録をしてご覧ください。それではご視聴ありがとうございました。